でシリーズ30周年を迎える 3D 対戦型格闘ゲーム鉄拳の最新作となります。さまざまなモードだったり壮大なストーリーというものがかなり膨大なコンテンツとしてローンチするというふうになっている。その辺でですね、物量そのものの挑戦だったり、それに伴ったスケジュールの挑戦があったかと思います。従来もそうなんですけれども、かなりですね、キャラクター数が多くて、全てですね、それぞれのキャラクターを最高品質で作り上げる、よりストーリー性や重厚感を感じられるような、そういった世界観を表現しているというところがチャレンジの部分であったかと思います。メインストーリーと言われている、主役の、一連のストーリー、まずこれが100分ぐらいですね。でキャラクター今回32体いるんですけど、それぞれ1分から2分ぐらいですかね。オリジナルのストーリーの映像がだいたい40強ですね、40分強になっております。ストーリーももちろんボリュームアップしてますけど、そもそも遊べるコンテンツというか、そういったモードもかなり7から増えているので、ゲーム全体の総量とすればかなりボリュームは増えているんじゃないかなという感じになります。アートの制作としてはマヤを主なツールとしてキャラクターだったり背景だったり各種プロップの制作を行っております。基本的に UE5 エンジンをゲームエンジンとして使用して制作動作させています。制作工程上モーションキャプチャーでいうとモーションビルダーの方が非常に役立っておりました。リアルタイム性が高いといったところが一番、ハイメッシュな、非常に高精細なモデル、あとは背景というものを、出した状態で、撮影したものに対してその場で現場確認をするということがツールによって可能だったかなと。でそれによって、例えば背景との、コンタクト、地面を、登っていかなきゃいけないとか何かに触れなきゃいけないといった部分は現場でアクターさんのその身長と合うように大道具ですかねの高さを調整してリアルタイムにこう高さを決めて手を置くものがちゃんとその 3D モデルに合うように撮影時の現場で直すということを行っておりましたね。マヤでボディアニメーションを作ってそのモーションデータを使ってアンリアル上でフェイシャルをチェックしたりっていう場合に最終的なルックを見ながら表情を調整するというところでライブリンクの方を利用してマヤを操作しながらリアルタイムのそのイテレーションっていうのの高速化を図っていたというものになってますね。チェック者もそうですしアニメーター自身も最終的なアウトプットを見ながら確認するということが必要なので、ライブリンクと、そういったツールの垣根をなくすっていう、機能というのは非常に重要だなっていうふうに考えております。その時ドキの、決め顔みたいなところをチェックすることが、主なのでモーションを出力してまた映像で、チェックするのもそうなんですけど決め顔のところで、ちゃんとその狙った表情になっているかっていう部分については1フレームだけ、チェックできれば十分ということも多かったですね。自分たちでは結構質感を調整できたかなって思うところで見ても意外と質感って強く出てない時が多かったので、そこはやっぱり強めに意識して入れてバトルのカメラで引いた時とかでもよく見えるようにっていうのを進めてましたね。マヤベースの話で言いますと、そのディテールマップを反映させるために UV をサイズを一定に保持するっていうことと、向きを一定にすること、なるべく歪めないようにするっていうことを結構厳しくレギュレーションを決めて進めていまして、体の中で同じような質感がある部分に対してもクオリティのコントロールをしやすい状態で質感調整っていうのができる、この辺は工夫したところです。バストアップだったりとか、あとはさらに目だけのアップとかいった部分も耐えられるぐらいの品質をもともとのゲームキャラクターが持っているので、そこで圧倒的な品質を見せれるゲームモデルとムービーのモデルも同じものを利用できたというところは非常に制作上大きかったかなと。32キャラそれぞれに魅力的な個性が際立っている、その部分がかっこよさにつながっているかなと。いかにその個性を発揮できるようなレイアウトだったりとかカメラワークだったりとか、あとは動作仕草とか喋りとか
そのセリフの内容とか総合的にそのキャラクターがその世界にこう実在しているっていうところに到達できたらいいなと思って制作をしておりました。鉄拳のキャラクターの難しいところってなんか極端にアニメ調に振ってるわけでもなく、かといってものすごくフォトリアルな、人物の顔を再現してるわけでもない、鉄拳っぽさっていうそこに落とし込まなきゃいけないっていうところがかなり難しいところですよね。あとやっぱり表現的に作ってる人間からすると宇宙空間で格闘するなんてっていう大きな疑問符はずっと。すいません、それはシナリオ段階でこちらの方で最後は宇宙でバトルでしょっていうところで。鉄拳ってすごい大真面目にすごいバカなことをやるみたいなところが結構根本にあって、そういう意味合いではいいんですけども、鉄拳ってそういうところがね、すごいもう、飛び抜けたことをみんながもう大真面目でやってる、真剣にやってるっていうところが本当に魅力の一つでもあるかなと思って、今回は宇宙でしょ。ゲーム制作においては特に昨今 3D ゲームっていうのが、主になってきておりますので、マヤとかですね、3D をモデリングするソフトなど、かなり根幹のツールになってきますので、引き続きですね、我々クリエイターとして円滑に使えるようにしていきたいと思います。キャラクターモデルを作る上で、マヤを使えば、モデリングからマテリアル構築でレンダリングまで一貫して、作業ができると思います。作業現場でも結構拡張性が高くて重宝されているツールなので、これからアグレッシブに使っていけるといいんじゃないでしょうか。自分の開発環境に合ったスタイルを構築することができるっていう意味合いでは一番使用しやすいのかなと思っています。業界でも結構使用頻度が高いとは思いますのでおすすめです。そうですね、マヤというのは非常に歴史がある、ソフトで、安定しているっていうものだと、自分は感じてます。ツールで重要なのがそのアウトプットをするときに最適なもの、自分が求めているものっていうのを正確に出してくれる、それを自分が期待するスピードだったりとか品質だったりで出してくれるっていうのは実は非常に大事だなと思っていて、その辺の信頼性っていうのは歴史があるマヤは非常に優れたツールだと考えております。はい。